もともと私自身が住みたい、どうしても住みたいっていうわけではなくて、夫が京都出身じゃないので、京都やったら町屋やんなって、イメージとか憧れの部分で探し出したのがきっかけですね。私としては新築の一戸建てが良かったんですけど、でも夫とそうやって見て回るうちに、古いものにしかない魅力とか何とも言えない心地よさがあったので、町屋暮らしもいいかもしれんなと思ってこの町屋を探しました。こちらが我が家です。こちらはアトリエとか新しい方のうちの玄関になっています。でここはもともと一つのお部屋だったみたいなんですけど、いろんなもの目的で使えるかなと思ってあえてこのスペースを取っています。これね、有効ボードでホームセンターに売っているボードをもうトントンって打ち付けていろんな暮らしに使う雑貨類だったり道具類をこちらにかけています。これは手作りのはたきなんですけど棒に洋服作りで余ったはぎれなんかを再利用して作ったもので、こういう棚の上ちょっとこうやったりとか、こういう手の届きにくいところのお掃除に役立ててます。はい。でこちらからが住居スペースになっています。もう入ってすぐがこういった居間になっていて、夏はここで食事をとったり、お客様をお迎えするときはいつもここの部屋かな。でもただ冬はすごく寒いので、こちら吹き抜けが上までずっとあるので、空気が暖かいのが全部逃げてしまいますので、冬はとても寒いんですけど、ただこの上に天窓があるおかげで、少しでも暗い町屋の明かり取りになっているかなと思います。ケイ君来るの？ケイ君もご紹介する？うん。こっちは服とか。そうですね。そう、ここが階段下の収納なんですけど、家族みんなの服が入って、ケイ君なんか飛び出てるよ。飛び出てる。服はそうですね。作ったものがほぼ私の自身着てる服は7割8割ぐらいかな。これも作っててね。やっぱり買うってなると、その自分が好きなものをいろんな選択肢の中から選ばなきゃいけないけど、作るってなるとその自分の好きな生地だったり色だったり素材で、自分に似合う丈感とかボリュームで作れるので、かえってその手間が省けるような気がしていて。全部自分ですって感じ。そうですね。パクリとか。パクるとかがないそう、オリジナルやしな、かぶることもないしな。じゃあこちらが台所になります。これでなんか家族で喋りながら覚えとかなあかんこととか、計算書いたりとか落書きしたり変なこと書いてますけど、いろんな目的で使っています。こちらは本当にシンプルなシステムキッチンなんですけど、こちらのリフォームをした時に新しいシステムキッチンに変えてしまってます。はい。火が切ろうか。もうご飯は本当に結構シンプルに、メインお魚かお肉で副菜がいくつかと、ご飯を土鍋で炊いたご飯がメインですね。これは晩ご飯に食べようと思ってるサバの味噌煮を今作ってるところで、今から味噌を入れようかなと思ってるんですけど。と汁物はちょっと肌寒くなってきたので、今日は豚汁を作って、で朝と晩で食べきる感じですね。で後でこれに添える柚子胡椒を庭の柚子で作ろうかなと思っています。これが鍋つかみ、はぎれで作ったやつですね。洋服のはぎれだったりが多いかな。これはちょっと鍋敷きにもできるし、
飾っておいても可愛いので、結構プレゼントすると喜ばれたりします。台所の横の通路が隣のアトリエの方につながってまして、でこっちがお庭になります。ちょっと今ブドウがすごい茂ってて気をつけてくださいね。こっちが梅、南高梅、こっちが柚子で、これ山ぶどうで、みょうがですね。それからブルーベリー、いろいろ食べれるものを植えてます。これからはこの柚子で柚子胡椒をしたりとか、いやでもそれも今年初めてなので嬉しいです。めっちゃいい香り。じゃあ今日は、2つ作っていこうと思うんですけど、こちらの庭で採れた柚子と青唐辛子を使って柚子胡椒とちりめん山椒、これで2品作っていこうと思います。お酒とみりん、お醤油、少しお水も入れて、あとは火にかけるだけです。めっちゃいい香り。でお塩を入れて混ぜます。こちらが、私の仕事部屋になります。もともと和室6畳の部屋と、押し入れ部分を開放して一部屋にしています。とりあえず歯切れがたくさん出るので、こういった箱に歯切れの種類とかを書いて入れてますけども、よいしょ、もうぎっしり入ってますねこんなん参考になるやろうか。だいたいこの種類別には分けて入れて、ちょっとこういう細長いのやったらラッピングに使えたりとか、昔の人は小豆3粒包めたら布は捨てたらあかんっていう教えがあったほどだったらしくて、今は布ってありふれてるものですけど、ちっちゃいものも本当に役立ちようという気持ちさえあれば役立てられるので、教室を私やってるので、そちらで皆さんと小物作りをしたりとか、
洋服をお届けする時におまけで差し上げたりとかしています。じゃあミシンがこっちが本縫いのミシンと、端をかがる方のミシンですね。で使いやすいようにもう糸とかは蓋付きのものに入れなくってそのまま放り込めるようにしとくと便利だなっていう感じで、全部片手で取れるってことは意識していて、この道具類大きいものは引っ掛けたりとか、それからこういうタグなんかももうあらかじめこう片手で取れる、これ調味料入れなんですけど冷蔵庫のそれを活用してすぐ取れるようにしておくとか、こういうハサミとかこういった道具をついつい私いろんなとこにこう置き忘れてしまうので、もう使ったらすぐ戻せるようにこの場所に決めておくっていうことでだったりですかね。息子が多分 3,4 歳ぐらいの時に描いてくれた絵なんですけど、これとかも「チャーちゃんお疲れ様です」あと「大大好き」って書いてなぜかアルファベット覚えたてだったんでしょうね多分ね。そう昔くれた手紙とか疲れた時に眺めては癒されております。ないことを楽しむというか、ないものだらけなんですよ町暮らし。いろんなものがない中で、でもないからこそそこでこう工夫したりとか、あるものでやってみようって思えたりとか、お互いへの気遣いとかそういったものが生まれてきたので、ないことって結構豊かやなって逆に気づかされたのはここに暮らしてからだなと思っています。